今日はちょっと風が強いかなと思ったので、この焚き火台を選びました。1年ぶりの焚き火台で、僕の好きな二次燃焼する結構大きな焚き火台なんですけど、風にも強いので今日は持ってきました。けど今のところね、風がないので別の焚き火台でもよかったかなとは思うんですけど、1年ぶりっていうことで、こう一人でじっくりと楽しんでいこうと思います。そして今日はですね、焚き火に使えるテーブルをちょっと面白いものを持ってきたので、そのテストも含めて焚き火を楽しんでいこうと思います。非常に快適に焚き火ができそうです。ただね、前回ね言ってたシェラカップはまだ見つからないので、ちょっと残念な気持ちもあるんですけど、炎を見て振り返っていこうと思います。最高。
想像以上に美味しくて、スキレットで麻婆豆腐ってありだなと思いました。洗い物も少なくなるので一石二鳥です。寒さでライターがつかない。やばい。やっぱり3月後半の寒さっていうのは舐めたらあかんなって思いました。もう使わんやろなって藤か思いながら持ってきたんですけど、結局ね使うことになったんで持ってきてよかったです。あれ、午前に雨が。とりあえずもう雨が降ることが確定したんで、レイアウトしたギアをテントの中とか車の中に入れようかなと思います。というわけでね、今日は寝るのはテントの中ではなくてフォレスタの中で寝ようと思います。手放すかはまだ決めてないんですけど、ちょっとね思い出をね悔いがないように作っておきたいなと思うので、ちょっとフォレスターで今日は寝ようと思います。というわけで最後は飲んだら寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。フォレスターの中でこんな風に車中泊をして夜をね過ごすことができたんですけど、朝がね思った以上に雨が降ってて、雨音で僕起きてしまったので撤収が大変だなって今悩んでいます。テントに行くことでかなり濡れそうっていうところも今心配しています。とりあえず雨がね収まったぐらいを狙ってテントに戻ろうかなというふうに思います。昨日の夜が寒かったのでフジカの燃料も使い切ってしまって、ちょっとね隙間風が寒いんですけど、まだ気温は耐えられるぐらいの気温だなと思うので、なんとか2日目もギリギリ楽しめるかなというふうに思います。ただねこっち側のねテントの窓を開けてしまうと風が入ってテントが飛びそうなので、景色がね見れないのがちょっと残念かなっていう感じです。
この後の撤収が大変なんですけど、まあけどフォレスターとね思い出が作れたっていうのは今回一番大きな収穫だったかなというふうに思います。あとねドリップスタンドとか試したいギアも試せたので、まあ天気以外は本当に最高なキャンプだったかなというふうに思います。はい、とりあえずね撤収も楽しく気持ちをね明るく保って最後まで楽しんでいこうと思います。なんとまさかのキャンプ系 YouTuber のちびさんとお会いしました。こんな天気の日にこんな天気の日昨日めっちゃトンビ多かったですよ。多かったですよね。私なんかすごいバタバタ聞こえるし、泣くし、これはちょっと泉みたいに食べ物取られたらどうしようと思って、僕食べ物取られて、でシェラカップもなくなって牛乳を入れてたんです。牛乳入れてたシェラをテーブル置いて